皆様こんにちは、中鳥です。今回は沖縄本島から日帰りで楽しめる離島座間味島の完全攻略ガイドの動画です。沖縄の離島の綺麗な海に癒されたいけど行くのが大変そうと漠然としたイメージを抱いている方もいらっしゃると思いますが、座間味島は那覇からフェリーで最短50分、日帰りで気軽に楽しめる離島なのです。今回はそんな天国のような絶景を楽しめる座間味島への行き方、見どころ観光スポットや押さえておきたいポイント、グルメや宿泊情報など、これさえ見ておけば座間味島を知り尽くせる内容となっています。座間味島がどんな島なのか気になる方、座間味島のご旅行を予定されている方、次にどの島に行こうかお悩みの方、絶景の海を動画で楽しみたい方、多くの方にこの美しい島を知っていただくきっかけとなれば嬉しいです。それではスタートです。まずはじめに座間味島がどんな島なのか簡単に紹介します。座間味島は国立公園に指定されている慶良間諸島のほぼ中央に位置する人口約600人の離島です。那覇から約40キロ離れています。面積は約 6.7 平方キロメートルで、慶良間諸島の西半分の島々からなる座間味村の中心的な島です。島内は西から海士、座間味、朝佐と3つの集落に分かれていて、港や商店がある座間味が中心となっています。島の周囲には幹線道路が整備されていて、島の沿岸沿いに点在する展望台や主要地を結んでいます。車なら2時間足らずで一周できる小さな島ですが、周遊道路はありません。座間味島の魅力は何といっても世界が恋するケラマブルーと呼ばれる美しいビーチ。ミシュラングリーンガイドジャポンで2つ星を獲得するほど世界でも有数の透明度を誇り、国内だけでなく世界各国から多くの観光客が訪れています。このことから海のイメージが強い島ですが、見晴らし抜群のスポットも多いので、今回は海だけじゃない見どころもたくさん紹介していきます。那覇空港到着です。台風も避けて無事に来れました。じゃあ急いでちょっとバスに乗って泊港へ向かいます。泊港に行くのがこのね、国内線旅客バスターミナル、1階のバス停から26番か99番のバスだと乗り換えなしで泊港まで行けます。座間味島へのアクセスは船のみとなり、沖縄本島の泊港から出港しています。空港から港までのアクセスはタクシー、バス、モノレールとなります。バスの場合は約25分240円、タクシーの場合は約15分2000円くらいになります。沖縄モノレールのゆいレールの場合、港近くの駅まで約14分、そこから徒歩で約10分から15分、300円です。船は通常のフェリー座間味か高速船クイーン座間味の2種類となります。高速船は料金が高いのですが、所要時間が短く島での滞在時間を多く取ることができるので、高速船の方が観光にはおすすめです。しかしスピードが出る分、海況が悪い時は結構揺れるので、不安な方は酔い止めを服用する、もしくはフェリーで行くことをおすすめします。2つの船は乗り場が異なるので、この点お気をつけください。フェリー座間味は泊まりん前から、高速船のクイーン座間味は泊港北岸から出港しています。チケットは乗船日2ヶ月前からウェブ予約ができるので、事前購入しておきましょう。特に高速船の1便は予約が埋まりやすいのでお気をつけください。ウェブ予約で事前購入すると QR コードが届き、乗船時はその QR コードを見せるだけとなり、受付で並んで手続きをしたりといった面倒な手間を省けます。船の運航ダイヤはシーズンによって変わるので、ホームページでご確認ください。さあ、こちらのクイーン座間味に乗って座間味島行ってきます。なんか色かわいいね。かわいい。ちょっと収まったね。ちょっと触った、ちょっと。全部触ってらんなくてさ、降りてこようと思ったらなんかすごい歩いて行けないよね。本日のご乗船誠にありがとうございました。私たちはクイーン座間味の赤島に立ち寄る便だったので、1時間10分の船旅でした。座間味島は
冬場はウェールウォッチングで有名な島です。左舷側に座っているとクジラのモニュメントが迎えてくれるので、左側に座ることをお勧めします。座間味島到着。あ、すげえ。ワクワクするね。キョロキョロしちゃう。すごい、なんか島だな。すごい島感。ここが青のゆっくる館観光センターになってます。多分ここに地図置いてあるんじゃないかなと思います。すごいね。すごく綺麗。これもらってこう。座間味島到着しました。座間味は結構ちっちゃい島なんですが、車だとだいたいね2時間ぐらいでこうゆっくりかけて2時間ぐらいで全体見れる感じです。今回はいろんなスポットを見て回りたいので車を借りて観光しに行くのですが、ぐるっとねいろんなスポットを見て回って楽しんでいきたいと思います。ちなみに宮古島よりはちっちゃいの？宮古島よりは全然ちっちゃい。全然ちっちゃい。全然ちっちゃい。レンタカー屋さんもね港からすぐ近くです。座間味島島内の交通手段は村営の路線バス、レンタカー、レンタバイク、レンタサイクルがあります。路線バスは3方面に運行があり、とっても便利ではありますが、1時間に1本ほどとなるので行動が制限されます。ビーチだけを満喫するならバス利用がおすすめですが、時間を気にせず自由に観光したい方はバス以外がおすすめです。座間味島は起伏が激しく坂道も多いので、個人的にはレンタカー、レンタバイクがおすすめです。座間味港の近くにレンタルショップがたくさんありますが、私はレストハウスあさぎさんで軽自動車を借りました。親切丁寧で綺麗な車、そして港からもすぐ近くにあるお店なのでとってもおすすめです。あさぎさんでねレンタカー借りて快適やな、やっぱり車最高。では皆様の一番気になる観光スポットを一挙ご紹介します。実際に旅してきた様子とともにお楽しみください。まずはじめにアマビーチを紹介します。座間味島の西に位置するアマビーチは世界的に貴重なサンゴ礁域としてラムサール条約に登録されています。見て、咲いてる。アマビーチに来ました。めっちゃ綺麗です座間味島のビーチというと、古座間ビーチとアマビーチの2つのビーチが2大スポットとなりますが、アマビーチの方が人が少なくとっても静か、またウミガメが泳ぐ姿も見られることで有名です。近くには売店やシャワーもあり、シーズン中はライフセーバーの方もいるので安心です。海の綺麗さ以外にも無人島のアゲナシク島、正面にはガヒ島、その向こうに赤島が望める眺めのいいところもすっごく素敵なビーチでした。のんびり座間味の海を楽しみたい方におすすめのビーチです。次は神の浜展望台を紹介します。神の浜展望台です。すごいよ。座間味島最西端の断崖上にある展望台、2020年にリニューアルされ、自然に溶け込むカフェのようなおしゃれな展望台でした。絶景を楽しめるようにテーブルやベンチが設置されていて、絶景を眺める最高の空間でした。こちらは夕日を楽しむスポットとしても人気の展望台です。次はうなじの幸展望台です。別名夕日の展望台と言われるほどサンセットスポットとして大人気。こちらうなじの幸展望台に来ました。
こね、地層がすごくて景色も本当にきっとね、今ケラマブルーがすごく綺麗だと思います。地層も素敵なところで、本当にお気に入りの展望台になりました。めっちゃ青いね。めっちゃ青い。あ、気持ちいい、風吹くと。わー、すごい。崖やば。地層が半端ないよ。これね、ドローンで撮ってもらってるので、すごい映像になるんじゃないかな。あっという間に展望台まで来ました。夕日で有名なスポットですが、岬の突端に展望台があるため、日中の景色も素晴らしいです。周囲は断崖絶壁になっており、周辺の岩の隆起が非常に美しいのも魅力の一つです。この帰りが本当にすごいです。こっち側のね、地層がすごい。ケラマの海に沈んでいく夕日を眺めることができる最高のスポットです。一つ前の神の浜展望台よりも高い位置、岬の先端にあるので、私はこちらの方が夕日を見るのに最適なスポットだと思います。次は稲崎展望台です。座間味島の北西部にある展望台、ケラマブルーが一面に広がる絶景スポットです。稲崎展望台です。真っ青だね。真っ青。うん。すごいね。うっすらと八神島と久米島が見えないかな。久米島も見えてる、もしかして。粟国も見えないね。うん。粟国はここから38キロ離れてるんだ。すごい。この赤瓦の屋根もすごい可愛い。目の前には水平線が広がり、天気がいい時には北西に渡名喜島、西に久米島、北に粟国島が見えることもあり、吹き抜ける風がとっても気持ちいいロケーションです。ここはね、クジラを探す時にね、よく使われる展望台らしくて、慶良間島クジラもね、多分1月頃だと思うんですけど、よくクジラスポットとしても有名な島なので、そのね、クジラを探す時にここから探して無線でね、ボートに伝えるっていうのもここでやるそうです。逆光で分かりにくいですが、なんかここにね、冬のクジラムービーっていうのがあるので見てみたいと思います。 URL を開いてみたら、クジラのね、YouTube、環境省の YouTube の動画が出てきました。稲崎展望台でした。次は高槻山の第1展望台、第2展望台です。標高137メートルの高槻山にある展望台。ここには展望スポットが2つあり、遊歩道を進んでいくと1つ目に出てくるのが第1展望台です。ここからは粟生の浦湾や渡嘉敷島、沖縄本島を見渡すことができるスポットです。歩き続けた最終地点には第2展望台があり、ここからは座間味島のメインビーチ、古座間味ビーチや安室島を見渡すことができるスポットです。古座間味ビーチも見えるね。見えるね。なんかこう綺麗な半月、なんだ三日月みたいな形してるらしい。私はこの展望台から朝日を見ました。朝日に照らされるケラマブルーの美しい光景が今でも目に焼き付いています。そしてここからの景色は、ここ目の前に見えてるのがね、座間味島の東側、
が見えて、でこのねちょんちょんと、真ん中にクジラ岩に見えるあれクジラ岩みたいなやつがね、多分牛之島灯台っていう灯台がある島なので、牛之島っていうのかな。その奥が、渡嘉敷島。第二展望台からの景色の方が開けていて、座間味らしい景色を見ることができるので、ぜひ奥まで進んでみてください。この展望台には駐車場、お手洗いがあります。遊歩道は3つあるのですが、このルートが最短になるのでおすすめです。私は間違えて駐車場の奥の入り口から入ったところ、虫や草が多かったので要注意です。ちなみに座間味島にハブはいません。次は伊能の浜です。幹線道路東の最終地点から歩いて行ける秘密のビーチです。草木林道終点で車を止めて木馬王の林を抜けると、美しいビーチが目の前に現れます。伊能の浜に着きました。あ、なんか白砂になったよ。そうそうそう。すごいね、めっちゃ綺麗じゃん。すごくない？すごい。この先もいい感じ。わ、やばいね。綺麗。めっちゃ綺麗。綺麗すぎる。しかもね、誰も本当にいないんです。あ、ちょっとかけちゃった。それでも綺麗。足チャップしようかな。いいよ。見て、めっちゃ綺麗。やばい。ね、やばい。ちょっと飛ばすね。うん。やばいね。やばい。やばい、めっちゃ綺麗。すごーい。伊能とは沖縄の方言で、サンゴに囲まれた浅く穏やかな海のことを言うそうで、その名の通り様々な種類のお魚や貝、海藻類などが生息している自然豊かなビーチです。その生物の豊かさゆえ、海の畑とも呼ばれており、地元民からも愛されているビーチだそうです。着いてすぐは誰もいなかったので、この絶景を独り占め。後から一組来ましたが、それでもこのビーチの静けさは変わらず。すごい、本当に超綺麗です。やばい。座間味島に来たらぜひ訪れていただきたい美しいビーチです。次は宇浜ビーチです。朝集落を中心に湾状に広がるクレーターのようなアグの裏の湾内にあるビーチが宇浜ビーチです。またね、穴場のビーチがおそらくある。わー、本当に誰もいないね。湖のように穏やかで美しいビーチです。泳ぐことはできないくらいの遠浅だったので、静かに美しい景色を堪能できるビーチになっています。次は千島展望台です。座間味島最北端の断崖にある展望台。私が座間味島で一番のお気に入りの展望台がこちらの千島展望台です。ここはね、慶良間諸島全体が見渡せるような他の展望台とは違って、なんかゴツゴツした岩場がね、よく見れるっていう展望台になってます。だいぶ北のここにある展望台になります。座間味は海をね期待してきたんですけど、それよりもなんか地形がすごい面白いなって思います。ここもそうだけど、なんか普通のところでは見ないような地形に、うわーすごい面白いよね本当に。あれ、私だけ展望台はこれなんですけど、ちょっと壊れたりしてますね。
そう、なんか地形も面白くってそっちに目が行ってしまいます。日本じゃないみたい、なんかどっか海外の国立公園っていうような、そんな感じです。この窒子展望台は来た方がいい。すごい、めちゃくちゃすごいです。圧巻の景色。西にある展望台とは違い、ここからはゴツゴツとした岩の荘厳な景観を楽しむことができます。圧巻の景色に心奪われること間違いなしです。まあ、ここからまたさらにね、ちょっと下に降りれるみたいに柵ができてて、ここからちょっと降りれるようになってます。波の揺れ、流れみたいなのがすごいキラキラ光ってて、めちゃくちゃ綺麗です。もっとね、先まで来れました。一応こうやって柵はあるけど、なんかね、部分壊れて錆びてるのか、だからあんまり寄っかかったりはしない方がいいと思います。こんな感じでもうグラグラ。次は湯比奈の浜を紹介します。座間味島の北側にあるこじんまりとしたスポットです。湯比奈の浜っていうね、なかなかの穴場スポットになるかと思いますが、こちらに来ました。めっちゃ綺麗だね。海の色こっちの方が綺麗だよ。綺麗。あ、確かに。アマビーチより。見て、あそこさっき言った展望台じゃない？ああ、稲崎。稲崎。そうだ。ねえ。これまた地層すごいじゃん。登ってきていい？いいよ。サップの練習とかをね、よくここでするみたいです。ああ、すごい、面白い。この時は私たちの他に誰もいなくて、絶景を独り占めできる穴場スポットでした。そして目の前に広がる絶景のケラマブルー。いやー、面白い。ずっと見てられる。海もね、すごい綺麗です。よいしょ、よいしょ、よいしょ。すごくないですか、これ。すごいな。浜の中央にある大きな岩の上で愛を誓った2人は必ず結ばれると言われているそうです。そんなロマンチックな場所だとは知らずに、私一人で登ってその景色を楽しんでおりました。ぜひカップルやご夫婦の方はお二人一緒に登ってくださいね。十分に堪能したので、次のスポットに行ってみたいと思います。次はンチャーナの浜です。私たちは遠目からしか見なかったのですが、小道を入るとたどり着く穴場のビーチだそうです。ドライブからの景色だけでも素晴らしかったので、降りたらより綺麗だと思います。この日はサップの練習をされている方が多かったです。すごいすごい、サップの練習。すごいね。みんなこれサップしてるね。ね、波穏やかだもんね。次はお待ちかねの古座間味ビーチです。座間味島のメインとなる観光スポットがこちらの古座間味ビーチです。駐車場から歩いてビーチへ向かうと、まず最初にたどり着くのがこの海を見下ろすように眺めることができる展望デッキです。他のビーチと比べても群を抜いて透明度が高く、どこまでも続く青のグラデーションが本当に美しくて、最初から感動しました。これがケラマブルーか。天然の真っ白な砂浜は三日月型に約1キロも伸びているそうです。古座間味ビーチはミシュランのグリーンガイドで星2つを獲得し、世界的にも美しいビーチとして有名なので、外国人の観光客の方も多く、大変賑わってます。古座間味ビーチに到着です。ここではね、ちょっと泳ごうかなと思い着替えてきました。ちょっと今雲が陰っちゃいましたが、外人さんが多いです。やばいね、晴れたら全然違うね。違うでしょ、だからすっごい綺麗。ね、ライフセーバーもいるし。
1000円でした。1個1セット。マスクだけつけて海潜りたいと思います。ここではぜひシュノーケルすることをお勧めします。海に入るとすぐに水深が深くなり、波打ち際からほど近いところで美しいサンゴや可愛い熱帯魚を見ることができます。泳ぎ慣れていない私たちも浜辺からすぐ近くでサンゴを堪能することができて大満足でした。ビーチの周りには売店、レンタルショップが備わっているので設備も充実しています。ビーチを前に右手の方がサンゴが多かったので、シュノーケルするならこの辺りがおすすめです。最後はマリリンの像を紹介します。マリリンに会いに来ました。マリリンの像です。1998年に公開された映画マリリンに会いたいっていう映画があるんですけれども、事実をもとに作られた映画になってまして、舞台がここの座間味島です。話の流れとしては、赤島に住むシロが座間味島を訪れた時に、マリリンに一目惚れしてしまって、赤島に帰った後ね、マリリンに会いたくて、この今見えてる距離をね、海を渡って自力でこの座間味島に来たっていうね、事実を元にされた映画になってます。ここ座間味島にはマリリンの像があって、赤島にはシロの像が立ってます。ちなみにマリリンは、赤島、シロを持って赤島の方を向いている像です。すごいロマンチック。以上、座間味島の観光スポットでした。座間味島、思っていたより見どころがたくさんあったのではないでしょうか。行ってみたいスポットはありましたか？次は座間味島の宿泊、お店、グルメ情報をご紹介します。まずは座間味島の宿泊情報です。日帰りでも楽しめる座間味島ですが、宿泊すると美しい朝日や夕日、夜には星空を楽しめたりと、離島ならではの経験ができます。観光客がいなくなった本来の島の雰囲気を味わうこともできるので、とってもおすすめです。宿泊施設は基本的には座間味に多くあり、天と朝に数軒ずつ宿があります。メインは座間味の集落なので、利便性重視なら座間味がおすすめですが、私はより静かなところがいいと思ったので、天集落のパティオハウスリーフという宿に泊まりました。行きます。この中庭の草は可愛いよね。開いとったわ、開いさっき。とったな。開けたと思ったら開いとったわ。閉めたわ。おー、すごい、めっちゃ天井高いんだけど。すごい、可愛いよ。可愛いね、コンパクトだね。うん。しかもなんかレンガ風で可愛い。ね、天井が高いのがめっちゃいい。あ、でもすごいし、コンパクトだね。ね。ベッドとテレビと冷蔵庫、あとはお手洗いとバスルーム。見て見て、給湯設備が多分新しい。お、綺麗だね。うん。アウチ。こんな感じ。おはようございます。おはようございます。いただきます。もう味噌汁食べたかった。あ、もずく入ってるよ。本当だ。美味しそう。あー、美味しい。可愛らしいお庭で清潔感のあるお部屋。宿の方たちもとっても穏やかな方たちで、美味しい朝ごはんにも心もお腹も満たされました。離島らしい静けさを満喫することができたので、島でゆっくりしたいっていう方にはとってもおすすめの宿です。では最後にお店とグルメのまとめです。すべて座間味集落にあるお店となります。
まずご紹介するのはザマミムン市場です。見て、階段めっちゃ可愛い。可愛すぎる。でほら見て、このさザマミムン市場、これなんかお土産が結構売ってるらしい。こちらの市場はザマミ港にある地元の特産品を多く取り扱う売店です。島で採れたもずくや手作りのアクセサリー、T シャツなどここでしか買えないお土産がたくさんありました。ちょっとお高かったですが、もずくふりかけが美味しかったのでおすすめです。次は105ストアです。ここが一番のなんか大きいスーパーらしい。105ストア。何時までやってんだろうね。座間味島唯一のスーパー105ストアは島のコンビニ的なお店で品揃えも充実していて驚きました。お弁当、おにぎり、焼きたてのパンやお菓子、お酒などはもちろん、シャンプーなどの日用雑貨や薬なども置いてあって、観光客にとっても島の人たちにとっても生活する上で欠かせない存在だと感じました。また個人的にはこちらの大きなサーターアンダギーがすっごく美味しかったのでお気に入りになりました。ぜひ見かけたら食べてみてください。高い。この時間から飲めるのが幸せすぎる。よかったね。次はパーラー南です。こんにちは。やってますか？やってます。やった。海の宿南に隣接しているパーラーでお弁当やサンドイッチなどの軽食、種類豊富のドリンクが販売されています。揚げたてサーターアンダギーは注文してから揚げてくださるので熱々出来たてのアンダギーが食べれます。揚げたてサーターアンダギーのアイスのせ、冷たくてあったかくてやばい、美味しそう。南さんで買いました。サーターアンダギーアイスのせ、美味しそう。美味しい。サクサクもっちり系。次は南西集落青の海。夜ご飯でおすすめしたいのはこちらの居酒屋青の海。定番の沖縄料理からラフテーピザなどの創作料理も楽しめるお店です。観光客からも地元の方からも人気のお店なので事前に予約することをおすすめします。そしてこちらの3つのお店、時間の関係で実際に行くことはできませんでしたが、とっても気になっているお店です。和山雲海さんは座間味産太もずくを使用したオリジナルのお蕎麦が食べられます。座間味村漁協ではマグロ、カツオ、イラブチャー、イカなどの刺身や唐揚げ、漬け丼などが販売されていてとっても美味しそうだなと気になっています。ひだまり屋は座間味では珍しい朝からやっている和食カフェ。こちらもすごく美味しそうで次回は行ってみたいです。以上、座間味島の魅力をぎゅっとまとめた動画でした。今回私は座間味島に1泊、赤島に1泊、渡嘉敷島に1泊と3泊4日でケロマ諸島周遊の旅をしてきました。その旅の様子は今後アップする予定ですので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。座間味島に行ってみたいと思ったらいいねお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の島でお会いしましょう。